はじめまして。私の名前はさやかです。私の仕事は雑誌を作ることです。編集者として働いて6年になります。埼玉県で一人暮らしをしています。好きな食べ物は母の作ったカレーです。お菓子の中では特にチョコレートが好きです。趣味はゲームをすること。ゲームは毎日プレイしているほど楽しいです。スマートフォンのアプリでゲームをすることが多いです。最近、好きな男性アイドルがいます。韓国の音楽グループの BTS にハマってから、テレビや動画を見る時間も増えました。今日は私の一日を紹介します。目覚まし時計の音と暖かい日差しで目が覚めます。春は私の好きな季節です。なぜなら過ごしやすいからです。エアコンは必要ないし、布団も薄くて済みます。でも、朝起きるのは苦手です。もう少し長く眠っていたいです。私は布団を出てすぐ歯磨きをします。今日は午後に出社するので、顔を洗います。化粧をしてから着替えます。春らしくピンク系のメイクにしました。このリップは友人からプレゼントしてもらいました。今持っているコスメの中で一番のお気に入りです。パジャマを脱いでハンガーにかけます。薄手の長袖のワンピースを着て髪を整えます。今日は髪を後ろで一つにまとめました。ポニーテールは一番よくする髪型です。準備ができたので仕事を開始します。今日の午前は在宅勤務です。通勤の際に混む時間を避けられるのでありがたいです。リビングの机の上にノートパソコンを置きます。朝ごはんを食べながら作業を進めます。ボウルにシリアルと牛乳を入れてきました。パソコンの電源を入れてパスワードを入力します。そうするとホーム画面が表示されます。ちなみに壁紙は BTS のメンバーが並んでいる写真に設定しています。好きなアイドルを見ると仕事を頑張ろうと思えます。仕事開始の時間を登録してから、まずはメールの確認をします。最近は仕事用のパソコンの調子が悪くて、受信に時間がかかります。この後会議があるので、それまでには良くなりますように。もうすぐオンライン会議が始まります。今回の会議は別の会社の人もいるので、少し緊張します。パソコンにマイク付きのイヤホンを挿して、Zoom にログインしました。カメラに映る自分におかしなところがないかを確認します。前髪はまっすぐです。リップも落ちていません。カメラの角度も OK です。準備が整ったので、参加のボタンを押しました。
人数の多い会議なので、自分が話す時間は短いです。でも念のため、温かい紅茶を入れて臨みました。無事に会議も終わり、一安心です。次は、会議の内容を資料にまとめます。その前に、洗濯機を回します。チャックなどがついた洋服は、洗濯ネットに入れます。昨日着た衣類を洗濯機に入れて洗剤を入れます。準備ができたらスイッチオン。資料が8割完成したところで洗濯機からピーッと音がしました。洗濯が終わったようです。資料を完成させてから洗濯物を取り出しました。時計を見たらちょうどお昼休憩の時間でした。電子レンジに冷凍のパスタをトレーごと入れます。5分ほど待つだけでパスタが出来上がるのは楽です。温まるまでの時間で洗濯物を干します。洗濯物はベランダに干します。今日は天気がいいのですぐに乾きそうです。服は伸びないように丁寧に服をハンガーにかけます。タオルはシワを取るために振り回してからポールにかけました。気づいたら電子レンジが止まっていました。パスタを食べるためにスプーンとフォークを用意します。先ほど用意した紅茶はすっかり冷えていますが、気にせず飲みます。YouTube で BTS のミュージックビデオを見ながらパスタを食べます。ランチタイムがライブに早変わりです。台所で食器を水につけた後、歯磨きをします。トイレに行って外出の準備を完了させます。片方の耳にイヤホンをして出発です。骨伝導のイヤホンは外の音も聞こえるので気に入っています。歩いて駅に向かい、改札を通りました。楽しい外出ではありませんが、電車に乗る時間は好きです。読書など自分の好きなことができるからです。電車の中で原神というゲームをします。ゲームをするとスマホが熱くなりますが、イベントを進めることが優先です。お昼の時間の電車は大抵座ることができるので嬉しいです。会社に到着しました。私の会社は7階まであります。自分の席は3階にあるので、エレベーターを使います。荷物が少ないときや運動が足りないと感じるときは、階段を使うこともあります。入り口で挨拶をして、自分の席に座ります。隣の席は、同期の舞ちゃんです。舞ちゃんは、日本の音楽グループの JO1 が大好きです。アイドル好きの仲間として話が弾むことが多いです。二人で旅行に行くこともある大切な友人です。今舞ちゃんは書類の確認をしているので声をかけられません。私の仕事も舞ちゃんの作業も一段落しました。コーヒーを入れて
少しだけ休憩をします。在籍する編集部はコーヒーが好きな人が多いです。みんながコーヒー豆を持ち寄るので、様々な種類を飲むことができます。コーヒー豆にお湯を注いで、マグカップにドリップします。私は甘めが好きなので、スティックシュガーを3本溶かします。ダイエットという言葉がよぎりますが、こればかりは譲れません。ちなみに、舞ちゃんはブラックコーヒー派です。束の間の休息ですが、この時間は出社の醍醐味です。舞ちゃんと話しながらコーヒーを飲みます。舞ちゃんには今日は楽しみにしている音楽番組があるそうです。私も見てみようと思いました。コーヒーを飲み終えてマグカップを洗いました。このマグカップは弟が修学旅行のお土産にくれたものです。有名ではないご当地キャラが書いてあり、決して可愛いとは言えません。でも、使いやすくて気に入っています。あと2時間ほど頑張れば退社です。次の作業は、構成と呼ばれるものです。データのズレや誤字脱字などを見つけます。ここからは集中して仕事に取り掛かります。今日の分の仕事は無事に終わり、会社を出ます。下りなら楽だと思い、階段を使いました。残業もほぼなく退社できてよかったです。駅に着いたものの、この時間はやはり混んでいます。行きの電車のように座ってゲームをする余裕はありません。イヤホンを耳にかけて音楽を流しました。音楽は YouTube のプレイリストを再生します。広告が入ることもありますが、それはそれで面白いです。テーマパークの広告が入ると行きたくなります。大好きな BTS はもちろん、他のシンガーの曲も聴きます。最近はアニメソングを聴くことも増えました。YOASOBIというバンドが作る音楽の世界観は、どの曲も素敵です。最寄りの駅に着きました。今日はスーパーマーケットで野菜を買って帰ります。少なくともキャベツと大根は買おうと思います。他の野菜は値段を見て決めます。お店の中には美味しそうなものがたくさんあります。新作のお菓子が欲しくなりましたが、まだ家に他のお菓子があるので、今は我慢しました。サラダ油とカップ麺が安かったので、買っておきました。あと、牛乳も忘れずに買い物かごに入れました。牛乳はシリアルにかけたり、紅茶に入れたりして毎日消費します。野菜やキノコは手に取ってみて、新鮮なものを選びました。これで4日くらいは食べ物に困りません。半額になっているお惣菜にも惹かれますが、買いません。今日はまだ体力があるので、家で簡単な料理をします。夕方のスーパーマーケットは混んでいます。
レジに並んでいる間に、マイバッグとポイントカードを用意しました。レジの近くに並ぶお菓子が魅力的に見えますが、こちらも買いません。お会計の順番が来て、クレジットカードで支払いました。クレジットカードのポイントをコツコツ貯めています。CD を買えるくらいは貯まりましたが、目指すは BTS のライブブルーレイです。カゴ型のマイバッグに詰めてもらい、そのまま持って帰ります。家まであと少しです。無事に家に着きました。私が住んでいるのはアパートの3階です。アパートにはエレベーターがないので、階段を使います。牛乳や油を買ったので、重くて運ぶのが大変でした。冷蔵のものを冷蔵庫にしまい、マイバッグを畳みました。夜ご飯は生姜焼きにするので、肉に下味をつけておきます。次は、お風呂に入ります。私は、平日に湯船に浸かることは、あまりないです。湯船に浸かるとリラックスできますが、時間がかかってしまいます。平日はあまり時間がないので、シャワーで済ませます。タオルと着替えを脱衣所に用意しておきます。着ていた服を洗濯かごに入れました。まずは化粧を落とすためにクレンジングを顔に塗ります。クレンジングは同時に洗顔もできる種類を買っています。シャンプーで頭を洗ってからコームでコンディショナーをなじませます。泡で出てくるボディーソープで体を洗って終わりです。濡れた体をタオルで拭いてパジャマに着替えました。肌が乾燥するのですぐに顔の保湿をします。化粧水と美容液、乳液を塗ります。次の日が楽しみな時はパックや角質ケアをします。明日はただの出社なのでやりません。今日は生姜焼きを作ります。まずは玉ねぎをザクザクと切り、小さなフライパンで炒めます。先ほど下味をつけたお肉を冷蔵庫から出しました。下味にはチューブの生姜や醤油などが入っています。炒めたことでしんなりとした玉ねぎにお肉を入れました。そこに日本酒と砂糖を加えてみました。料理は好きですが、分量はいつも適当です。調味料の量がいつも異なるので、同じ味のものは一生作れません。あとは味噌汁を煮ます。切って冷凍してある大根と水を入れて火にかけました。冷凍のえのきもあったので入れます。沸騰したら火を止めて、だしを入れて味噌を溶かします。ご飯は冷凍してあるので、電子レンジで温めます。あとは、作り置きしてある野菜のマリネをよそって、ミニトマトを洗って添えて完成です。できるだけ、一汁三菜を目指しています。一汁は、味噌汁です。生姜焼きとマリネとミニトマトで、おかずが3つなので、3菜。
ミニトマトをおかず一つと数えるのかは謎です。箸とともにリビングの机に運びます。ご飯を食べながらテレビを見ます。今日は舞ちゃんが楽しみにしていた音楽番組を見ます。残念ながら BTS は出演しませんが、それでも音楽番組は楽しいです。初めて聴く曲もあれば、街中でよく聴く曲もあります。様々な曲のダンスや楽器の演奏を見ることができるのは面白いです。パフォーマンスについ見入ってご飯を食べる手が止まりました。なんだかとても気になる曲が流れています。この後、YouTube で探して聴いてみようと思います。音楽番組が終わり、ご飯も食べ終わりました。食器をキッチンに運んで洗います。お米がお茶碗に残っていて乾いてしまうと、洗うのが大変になります。お茶碗にはできるだけ早くお水を張ります。生姜焼きを作ったフライパンにも水を張っておきました。洗い物をしているときには YouTube で音楽を聴くことが多いです。今日は先ほどの音楽番組でも流れていた曲にしました。YouTube は曲が終わると関連の動画が流れます。同じアーティストの曲が次々とかかり、5曲くらい聴いた頃にお皿を洗い終わりました。どれもかっこいい曲でした。洗った食器は水を切るために立てておいておきます。お茶碗やお皿は明日も使うので片付けません。たまにしか使わないお皿は乾いていれば寝る前にしまいます。家に帰ったら郵便受けに楽しみにしていた漫画の新刊が届いていました。本を読むことが好きなので書店に行くことも多いです。でも仕事がある日はやはり通販が楽です。今回届いたのは僕のヒーローアカデミアという漫画です。週刊少年ジャンプで連載しているヒーローとヴィランの戦いを描いた漫画です。弟に勧められて読んだところ、面白くて虜になりました。離れて一人で暮らしている今は、新刊が出るたびに自分で買っています。なので、途中の巻からしか持っていません。会社からボーナスが出たら、足りない巻を買おうと思いつつ、タイミングを逃しています。少し怖い表現もありますが、キャラクターたちの厚さと成長がたまりません。アクションシーンもかっこいいです。新刊には驚きの展開がありました。発売したばかりですが、次の巻が楽しみです。漫画を読んでいる間に、フリマアプリに出品していたものが売れました。お正月に買った福袋に入っていたポーチを売りました。ポーチが濡れてしまわないように袋に入れて封をします。金具が壊れないように緩衝材を簡単に巻きました。購入者へのお礼の手紙もつけます。あとは封筒に入れて明日コンビニに持っていくだけです。
最近はアプリを通しての匿名での配送ができます。宛名を書く必要がないから、とても簡単です。いつの間にか、こんな時間になってしまいました。7時間眠るためには、あと1時間しか残されていません。その前に、スマートフォンでソーシャルゲームをします。ソーシャルゲームは、毎日開くだけでゲーム内のグッズがもらえるものが多いです。日課をクリアすると、さらに報酬がもらえます。休日などの気が向いた時しか開かないゲームもあります。もっと早い時間に始めればいいものの、毎日日付が変わる前に慌てて行います。私に足りないものは計画性ですね。原神はお昼にプレイしたので、他のゲームをやりました。恋愛シミュレーションの乙女ゲームや、キャラクターと共にライブを成功させるゲームです。私は様々なジャンルのゲームに手を出しています。ゲームを終えて、布団の用意をします。春は気温差がある日が多く、布団をどうするか、毎晩悩みます。今日は暖かそうなので、毛布をタオルに変更しました。枕は、お店で計測して買った自分に合ったものを使っています。洗いたいのですが、替えの枕がなくて少し悩んでいます。準備を終えて布団に入りました。布団に入る瞬間は毎日経験しても気持ちいいです。寝る前にはアプリで漫画を1日1話読んでいます。映画の公開で盛り上がっていた時に名探偵コナンを読み始めました。軽い気持ちで読み始めたのですが、コミックスが100巻以上出ています。いつ読み終わるか見当もつきません。最近は書店で名探偵コナンの漫画を買って一気に読むことも検討しています。大抵読み終わったら寝るのですが、今日は全然眠くなりません。仕事で疲れていると漫画を読みながら寝てしまう日もあります。目が冴えてしまった日は無理に寝ません。寝ようと思うと、なぜかさらに目覚めてしまうからです。諦めてスマホで YouTube を見始めました。癒しを求めるために猫の動画にします。私が住んでいるアパートはペット禁止なので動物を飼えません。動画で猫を見て、猫をいつか飼うことを妄想します。いつの間にか布団に入ってから1時間が経過していました。眠くなってきたので、スマホを充電して部屋の電気を消します。電気のリモコンがあるので、寝転がったまま電気を消せてよいです。アラームは平日は同じ時間になるようになっています。目をつぶってからは明日の予定を考えることが多いです。朝ごはんは冷凍してあるパンにしよう。仕事は14時に会議がある。帰りには本屋に行こう。そんなことを考えている間に寝てしまいました。私の一日はいかがでしたか？
オタク気質のしがない OL の日常でした。平凡な日々がずっと続くといいなぁと思っています。また、どこかでお会いしましょう。